トリオで走ったコースをルーミーでも走って燃費見ながら乗り味の比較をしていきます。トリオは4気筒の世代です。最初に加速中のエンジン音、まずはルーミー。じゃあ踏んでいきます。はい。続いてソリオ。はい。こんな感じかな。ちょっとね、感想は動画中で述べています。では本編スタートです。ルーミーの燃費を見てきます。今日のルーミーは2023年式の 1000cc NA エンジンを搭載する車です。もうほんとね、ベーシックな車です。この車、2023年の価格で言うと150万円台の車でして、今はちょっとね、値上がりましたけれども174万円の車です。でね、何をするかっていうと、ただ燃費走るよりも、この前ソリオで走ったところがありますので、同じコースをね、同じように走っていきます。AC がオンとかね、そのあたりも条件揃えていっていきます。で、ソリオもね、この前走ったのは2023年式の 1200cc モデルです。なので、2023年式同士で燃費を見てくるような感じになります。で、同じようにここ合流で1回だけね、ちょっと全開で100キロまで加速しますので、それ終わってからちょっと車の話などもしていきます。じゃあ50キロに合わせてで本線に出ますね。じゃあ踏んでいきます。はい。というかね、ごめんなさい、今日はね、テンション上がるとかはそんなにないかな。このルーミーの、特にソリオに対してね、いいところが、滑らかでマイルドな CVT。特別なことがなくてね、普通に CVT だよねと言えるようなところがあって、これが2023年式同士で比べたときに、ルーミーの方が一歩リードしてると思うんですね。で、それから、自動車税が少し安い。1000cc なんで。そういった良さがあるので、加速感に関してはね、ソリオの時は、おーってね、こんな吸気音がすごいよと。ターボでキノコのエアクリーナーつけたような音がするよみたいな話をしましたけれども、ごめんなさい。今日のね、ルーミーはちょっとそういうな感じではないです。普通に加速する。で、そんなに速いとかね、そういうのもないような感じです。で、あとね、高速いるので、ちょっと高速のうちに話しておきたいところが、ハンドリングっていうか、直進の話かな。ルーミーね、こうやって走っていると、今80キロ、ここ80キロ制限なので、メーター味85キロぐらいなんですね。で、気難しいことがないです。そんなね、直進が難しいとかいう言葉を使いたくなることはないんですね。で、ハンドルもちょっと重くなってずっしりして、本当そうね、このまま走っていくって感じですかね。手元の動きも多分少ないと思います。で、ただね、外的要因でちょっと車がブルッときたりとかね、ちょっと手元をクッて動かした時にね、少しね、車が過敏なんですね。低速の時にはすごく穏やか、言葉変えると鈍いんですけれども、ハンドル周り反応遅かったり動きが緩かったりね、特にそれは低速なら低速なほど、当然ですよね。20キロ40キロそのあたりはすごく鈍い。で、逆に60キロを超えてくると、ふっとした瞬間にね、ふっと捉えた時の動きが速くて過敏です。クッてほんのわずかですけれども、ちょっと動こうとする力がクッと伝わってきて、そのギャップが大きいです。穏やかからちょっと過敏って感じるようなところがね、ちょっと差が大きい。このあたりが、より高い速度なら高い速度ほどこうね、速度の同じように走れるところが広いのはやっぱり大きい車とかね、立派なよくできた車でして、それ言い換えると、言葉変えると、ルーミーはこの辺りね、ちょっと繊細で車の音質的にしょうがないのかなって思うところになってきます。これぐらいですかね。で、低速の時はハンドルすごく軽くてね、普通に運転しやすい、小回りもよく効くような感じになります。
でじゃあここからソリオとの話いきましょうか。ソリオとルーミーを比較した場合に、乗り味ね、自分がルーミーの方でいいと思うのがまずシートはね、これ圧倒的にいいです。ソリオでなくても、何と比べてもね、自分このルーミーの今日乗ってるルーミーのシート、フロントシートね、ごめんなさい、フロントシートね、すごくいいなと思います。これそうですね、言葉選ばず言えば新しいフリードのシートと比較しても自分はこっちの方がしっくりいきますね。それはクッション性のバランスとかホールド感、同じ位置にずっと体を支えててくれる、一定の位置に来る、あとお尻のあたりのね衝撃の吸収性、さらに言えば今日もう何時間も乗ってて100数十キロ走ってきました。その中で特別ねお尻が痛いとか何かを感じることがない。これは自分はこのルーミーのいいところだと思います。ルーミーのが勝ってるね。で同じようにソリオの時もねシートについて結構長い時間かけてあれこれああだこうだ言わせていただいちゃいまして、それと比較してもねこのフロントシートに関してはルーミーのが一歩勝ってると思います。であとねハンドリングの話で言うとそうだな、ここに関してはソリオがね、ソリオも穏やかで効きがそんなにいい方ではなくて、ちょっと手前から切っていくとか滑らかに乗るのは難しいというのはありました。でそうルーミーと比べた場合にルーミーはその速度による変化が大きくてね、言葉変えるとそれが落ち着きが足らないってことにもなってきますかね。速度上げるとね敏感さって言い方をするとルーミーのが楽しめるとも言えるので、多少好みなんでしょうけれども、車の走行フィール走行的質感でもしね順位付けするレベル付けするとしたら、ソリオの方が一歩上かなと。これは乗り心地に関しても一緒です。車体のそういうところで言うと動きの前後左右の揺れの大きさ、それから衝撃の吸収性、フロントサスペンションの穏やかさ、それに対するリアの硬さ、いろいろ見たときに、総合レベルで言うとねソリオの方が上じゃないかとそこは思います。でこの直進が簡単、直進が難しい、そういった言葉を使って表現すると80キロぐらいになってくるとねルーミーの方が簡単です。自分はね自分の理想に近い走り方がイージーにできるのはこちらルーミーの方になります。であと今ねちょっと下うるさいところ来たので、路面がざらついたところに来たので静粛性の話させてください。静粛性で言うと音量なんていうのかな、レベル、音質を無視した音量で言うと、同じように感じられます。ルーミーね散々うるさいと、ネットとかでもね書かれてきて、そこで言うとルーミーうるさいってイメージありますけれども、音量のレベル的にはね、自分はそんなに変わんないかと。日を明けて何日か明けて乗ったらそうね同じぐらい、そんな感じです。で音質の面でね違いがあります。ルーミーは特定のね路面のざらついたところですごいねこもり音になります。特定のピンポイントの周波数でピンと立っちゃうようなねところがあって、難しい話は省きますね、長くなっちゃうんで。特定の周波数がこもり音につながる、中低域のあたりかな、そこで気になるところがあると。音質の問題ですかね。で音質で言ったらエンジンノイズ、ソリオね 1200cc の時は4気筒だったんですね。でこれは、1KR っていうダイハツの 1000cc です。で3気筒とか4気筒にかかわらず結構ねこれ静かなんですよね。静かというか音量的にはうるささを感じない領域がすごく広い。で音質で言ってもごめんなさい、質だね、質とか振動の面で言っても今日のね車ねそんなに気にならない。率直に言ってね、分かりやすく、常識的に3気筒だから振動目立つよなんていう方が説得力ありますし、当然なんですけれども、自分の気持ちで言うとそこには嘘をつけないのでそんなに気にならないが本音ですかね。で音量的にもホンダの 1500cc4 気筒よりも、静かじゃないのと、感じられます。フリードのガソリンモデル、3代目かなとか、あと WRV とかフィットとか
L15D とか B とかあの辺よりね静かに感じられますね、エンジンはね。で今ね路面ここのザラザラ、特にトンネルなんで、外の音は目立ちますね。本当エンジンに限って。でごめんなさい、ソリオとの比較に戻ると、ソリオはマイルドハイブリッドが主流です。であれがそんなに乗って良さを感じられるところはアクセルに関してはよくわかんない。ただアイドリングストップからの復帰に関してはスルンとね滑らかさが強いです。振動の面とかね。でこのルーミーもやっぱりアイドリングストップがついていて、オンオフスイッチもついていて、ただオフにしない限りはブルンとね、一時期その時代にあったようなこの復帰でねちょっと嫌な振動、うざったような振動音が鳴ると、そこでソリオの方が一歩リードですかね。でどこまでいったかな、乗り心地は、ソリオの勝ち。それからハンドリング、この辺で言ったら場所を限定するとルービーの方が強いですけれども、総合で言ったらやっぱりソリオで、乗り心地とハンドリングのバランスで言ってもソリオ、1200cc モデルですね。でルーミーの方が圧倒的にズバ抜けていいと思えるのがフロントシートといったところですね。でそうだ、燃費の話いきましょうか。そうですね、今日燃費の動画でしたね。ごめんなさい、乗り味の比較の動画になりそうだ。どっちもね WLTC モードで言うと19キロぐらいの車です。前後このルーミーが 18.4 でした。でソリオが19キロ台だったんですね。でそれを乗ると、同じコース走った時にソリオが 23.3 キロが表示されました。ちょっとねびっくりしちゃうような数値でね、話半分に聞いておいてもらいたいんですけれども、そのぐらい良くて。で今日のルーミーは今高速2区間かな乗って、この辺ね、本当条件のいいところ走っていて今19キロです。これがあとね、15キロ20キロ走ってどこまで行くかなと、20キロ超えてくるのか超えてこないのか、そこをねちょっと楽しみにしてください。ちなみに、もっと時間が早い時間帯に市街地とか一般道を走ってる時は13から14あたりがずっと表示されていました。で条件いい時にね喋りながらでも多少燃費意識して走ったらどれぐらいになるかと、ちょっとね見ててください。ちなみに今は 18.8 キロ。あと何がありましたっけ、車の要素。広いとか便利とかは当たり前でね、そのあたりはどっちもう軽自動車でも広いの当然ですからね。それより一サイズ大きい車が便利で、自由度高くてシートアレンジもできて、でなおかつ一般的なコンパクトカーよりもコンパクトで見切りが良くて、狭いところでも困りにくい。あと展開もしましたけれども、展開とかすごい楽でしたね。これはソリオもルービーもですけれども、ハンドルをフルロックまで切らなくても展開ができちゃう。これねすごくねおーって思えるポイントでした。自分にとってね。そんな感じです。であとそれぞれが2025年モデルということで大きく変わってくるんですね。でこのルーミーは2025年モデルが9インチディスプレイオーディオが標準になってきます。このあたりがね、お値段の大体装備合わせれば一緒になるんでしょうけれども、電動スライドドアも含めて考えるとちょっとソリオの方が高くなるのかな。ルーミーもね一時期言われたような150万円ですよみたいな安さはなくなりましたけれども、このインパクト絶大なね DA がついてくる、ディスプレイオーディがついてくる、ここだけでねすごいねと、ちょっとこれでいいんじゃないのみたいにね思っちゃうポイントでしょうかね。で今ねそうだ言ってて思い出しました。ソリオは今まで CVT が一番の弱点だったと思うんですね。でそれが変わってくる。でルーミーはこれねこの普通の 1000cc でもう全然不満なく CVT らしく CVT だよねと走れる。で多分ね燃費も速度上げるといい、多分ワイドレンジなんでしょうね。タコメーターついてないんでねちょっと巡航回転数わからないです。でも燃費計とかあと瞬間燃費計見てるとね、ワイドレンジなのかなと。で加速時の音はねソリオの方がいい。
加速力で言っても 1200cc のソリオの方がね、なんかこう安く感じられます。それからなんだったっけな、すいません、忘れちゃいましたね。なんかね、いろいろ話したいことあって、もうほんとね、ガチのライバル同士で面白い2台なんでね、いろいろあったんですけれども、ね、自分がこれをお伝えしたいよってことがね、全部伝えるのはなかなか難しい。それは、しょうがないですよね。なので動画分けつつとかしながら、少しずつね、述べていきたいなと。そうだ。ウインカーレバー、ウインカーの扱いやすさとか、コキンといった時の気持ちよさはね、圧倒的にソリオです。ちょうどソリオの時にね、ガチャンっていく。最初1回目動かした時は手に振動大きくて、嫌な響きだななんて思ったんですね。でもウインカーレバーがスッとスイング込まれてスッと戻る時のカチャンカチャンっていうのがね、だんだん気持ちよくなってきて、いいなと思うようになりました。で、こっちのルーミーの方ね、ルーミーのウインカーレバーは逆です。軽い。めちゃくちゃ軽い。で、軽いのはいいんですけれども、ワンタッチウインカーとちゃんと出す時のウインカーの接度感が一緒なんですよね。どっちも軽いです。それによってね、ちょっと神経を使う。で、消す部分はね、今乗ってるルーミーは同じ方向に出しても消えます。で、反対側に出しても消えるようになってました。これ今まで乗ったのにね、反対側消えなかったような記憶もありますから、ここの、ワンタッチウインカーの消し方はね、このルーミーも特別なことはないです。ただワンタッチから普通に、ウインカーを出す時の接度感に全く差がなくて、両方軽いんで、神経使いやすいなと。逆にソリオのはガッチャンって動くんですけれども、意外とそのね、ガチャンっていったりガチャンと戻るところが吸い込まれるような感じがあって気持ちがいいとかね。本当車のね、買う買わないに関係ないところで、でもちょっとね、一長一短そういうところあるかなと。それで言うとね、そうだ、ルーミーの方はウォークスルーの時ね、左足置くところがフラット感強くて広かったりとか、そんな感じはありますね。でもその代わり真ん中にトレイのプラスチックのトレイがあって足を置くの躊躇しやすいとかね、結構ある。で、内装とかで言うと、これはやっぱりソリオの方がね、現代的、しっかり乗用車のハイトワゴンとして作られたみたいな感じが受けますからね。こっちのルーミーはいろんな理由とか事情がある中で出てきた車だとね、自分の中でそんな認識なんですね。デビュー時期、プラットフォーム近い関係の車、そういった中で出てきて、最新技術を使ってないからこそお値段が魅力で、こういった車ってもう絶対必要だと、自分は思います。ソリオの方が今度ね、いろいろ装備を乗せてきて、ベースグレードの値段が30近く上がるのかな。中心価格帯の値段はね、そんなに変わらなくてもスターティングプライスがぐっと上がる。で、こっちのルーミーの方は限りなくね、それを抑えてくれている。なので車全体のヒエラルキー、その階段構造、ピラミッド構造を考えた時に、こういった車がないと車全体の値段がもう上がりたい放題していっちゃいますよと。新興メーカーとか海外のね、安い車、陳腐化された技術で作られた車がないと車全体が上がってっちゃいすぎる。そういった時にこのルーミーの存在意義ってね、実は大きいと思います。それね、リップサービスで言ってるとかじゃなくて、もう本当にそう思う。これは思いますね。ソリオがね、スズキっていうと、お値段的にリーズナブルとか値段の割にいいよみたいな言われ方してましたけれども、ソリオもそうね、スペーシアとかも、高機能高装備路線になっていくのかな。で、このルーミーはスターティングプライスが安くてターボがあったりとかカスタム系があって、電動パーキングとかもそっちの方向だったらね、カスタム系だったらあるとか、幅広いんでね、とりあえず足があり、とりあえず走ればいい、自分の車があるとなしでは大違いということで、そういった選び方とか、小さくてもいろいろ装備ついてる車がいいよねと、そういった方のね、上級グレード、200万、ターボが207万円でカスタムターボで227万円なんでね、その辺のを選ぶのもいいよと、結構幅が広いってのありますかね。そうだ、それで言うとソリオはマイルドハイブリッドがあると、そんな感じです。じゃあこれで
同じゴール地点に行って燃費見てみたいなと思います。ゴールです。じゃあこれでねソリオと同じところを走ってきました。で今出てる燃費は 18.7 キロです。これカメラ映ってるかな、ちょっと後でもう一回映しますね。ごめんなさい、6まで下がりましたけれども 18.7、 これカタログ燃費が 18.4 あたりでしたので、若干カタログ燃費を超えたかなっていったところですね。で、本編の中で話した市街地を走ってる時にちょっと燃費がね、あんまりよろしくなかったといったところの話、ちょっとね補足していきます。まとまったんでね、速度、高速走行とか、空いてる、違和感の道の巡行、こういった時の燃費はね結構良かったです。カタログ燃費ぐらい。ただソリオは 22.3 だったので、そこにはね、若干劣れていたところはね、確かにあります。で燃費ね、自分の乗り方だとやっぱりいろいろ走ってもそうね、ソリオの方がちょっと勝ちかなといったところでしょうかね。でこのルーミーが市街地とか主体ですとね、もうガクッと燃費下がってたんですね。でその理由として一つ挙げたいのがこのアクセルのスロットル特性の部分。停止から発進する時の最初のね、アクセルペダルほんと 5% ぐらいでこのルーミー出ていくんですね。そこの部分がかなり過敏です。ブレーキペダルを緩めて発進してタイヤが半転がりぐらいしたらアクセルをちょっと踏んでいく、ここが結構神経質、グッとね出ちゃうんですよね。でこれが、快適性だけではなくて、もしかしたらねそれ積み重なって燃費の差に変わってくる可能性もあるみたいなね。わかんないですけれどもね、クリープの部分でどれぐらい燃料を吹いてるのか、どれぐらいねこうエネルギーを使ってるのか、ちょっとわからないですけれども、タイヤとかねよく言われるのは本当の出だしの一転がり二転がりが一番エネルギー使うとも言われますので、そういった部分があるのかないのか。ただね、そうだ本編で言い忘れたのがブレーキの扱いやすさ。これね市街地の中での扱いやすさは自分はこのルーミーの方が勝ると思います。今日のモデルね、微妙な本当に微妙なところもタイヤのねゴムがブニュッとこうオブラートに包んでくれたりとか、ストローク量、合成感とかね、そういった部分特別なこと感じないのもがこっちのルーミーの方。そうね、それ付け加えさせていただきます。今日のルーミーね、1080キロです。一番ベーシックなグレードで1080キロということは1000キロの区分よりね上になっちゃうんですね。重量税って大雑把に500キロ刻みです。1000キロ、1500キロ、2000キロ、この辺りで区切りがあって、新車の登録時とか車検の時に払う重量税、これの金額が変わってきます。でソリオの方は今までのね 1200cc で960キロとかそのあたりでした。じゃああとちょっとメーター移しますね。はい、ピント合わせます。といってもね、このルーミーねメインメーターすごくシンプルで、スピードメーターと、そこにガソリン残量のゲージがあるぐらいで、燃費はこっちに出てきます。ちょっとこっちピント合わせますね。中央部のね液晶部です。で今止まって話してる間にだんだん下がってきて 17.9 キロ、このぐらいになってきました。でそうね、ここでちょっと今回ねトリップメーター距離を測らなかったんですね。というのも難しくて、これ切り替えながら両方リセットしなきゃいけない。で自分ちょっと頭悪いんでこれ間違えちゃったりするんですよね。あれこれやったりしてやってると間違えちゃったりする。なので今回距離の方はね測りませんでした。でここねスイッチがねこっちにあるというのがね一つ難しくしています。メーターの右下に時計の設定とオドトリップリセットディスプレイ切り替えなんていうのがねこっちにあるんですね。で実際切り替えができるのがこっちとかね、ちょっといろいろあるんで、少し難しかったんで、ね、今回は、燃費だけリセットして始めました。ということでね、今回の動画はこれで失礼いたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。じゃあねー。